おはようございます。たかしです。本日は11月11日金曜日、ただいま9時16分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日大きめの陰線で引けてます。ただ、下髭も出てますので、ちょっとそこがどうなのかなというところですね。現在この黄色のボックスの中で動いているという話をしてたんですが、そのボックスの中央ぐらいからの下落で、今ここで、行ってこいの動きになってますよね。ここですね。上昇に対して下落。ただ、この昨日の下落っていうのは、この上昇の視点を下抜けていないというか、実体部分がギリギリここで抑えられている。つまり、この黄色のボックスの加減でギリギリ実体部分が抑えられてますので、ここから大きく下落するには抜けが甘いなと、そんな印象を持っております。ですので本日もしかしたら大きめの反発、本日というか来週にかけてですね、大きめの反発をする可能性もあるので、その辺は注意が必要ですね。ただ反発してきた場合はまたこのボックス上限、この緑のボックス上限ですね、168円のミドルぐらい、この辺が意識されてくると思いますので、その辺ではまた再び戻り売りというところでどうなっていくのかという感じですね。現在インジケーターはまだ弱いです。ストキャスティクスはまだ安値圏に入ってませんので、もう少し下落余地があります。マクディに関してはかなり、下落モメンタムが強い状態ですので、まだもう少し、上昇するにしても上げしぶる。で、もしかするともう一段の下落かなというところなんですね。で、今、昨日の陰線は確かに下髭、上髭も出てるんですが、本日もう一度陰線が出てくるようなことがあれば、ここでのこの昨日の甘い抜け、を確実に抜けてきますので、今日はその辺が注目ポイントかなと見ております。なので今日、陰線で日足が引けるなら、来週からまた再び大きな下落をイメージしていきますし、本日陽線で引けても調整の上昇という可能性がありますので、今はちょっと難しいところかなと。この黄色のボックス下限付近にはあって、ここから一旦大きめの反発上昇する可能性、そしてここから下抜けてどんどん下落する可能性という両方を今は考えておきたいですね。どちらにしても基本的には戻り売りだと思いますので、上がったところは売っていかれるというそんな試合ですね。では4時間足です。4時間足 GMMA が下向いてきてます。ただまだ収束気味ですので上抜ける可能性もありというところで、もし強めの反発上昇してくるなら注意ですね。で、ただ基本的には戻り売りですので、上がったところは売っていく。GMMA に接触したところ、昨日もそうですね、GMMA に接触して下落してきておりますので、本日も GMMA まで上昇してくれば、そこは戻り売りポイントと考えられます。現在はボックスの加減ですので、一旦の反発の上昇を狙うのもありだと思います。が、4時間足のストキャスティクスはよくわからない動きをしてます。綺麗じゃないですよね。マックディはちょっと弱気味というところで、日足のマックディも弱いので、上値は重いと考えられます。何かのきっかけで強く上昇するのであれば、それについていくのはありだと思いますが、基本的には戻り売りだというところを忘れずにトレードしていくのが良さそうですね。そして現在ここにこういった切り下げラインみたいなのが引けそうですね。この高値、そしてこの高値を結んだラインが引けます。こんな感じですね。今オレンジのラインを引いてみたんですが、このラインぐらいまで戻ってくれば、ここがちょうど GMMA 付近なんですが、このラインぐらいまで戻ってくれば戻り売りというところを考えてもいいのかなと。ただここ、今こうなっているディセンディングトライアングルなんですね。このオレンジのラインと、この下のオレンジのラインに挟まれたディセンディングトライアングルになってますので、もしかするとここから値動きが小さくなってくる可能性、こういうジグザグっていう、先細りになってくる可能性がありますので、トレードがしにくくなるということも考えられますので、その辺は考慮しておく必要があります。では1時間足です。先ほど4時間足に引いた切り下げライン、このオレンジのラインです。それとは別に1時間足だ。ここに紫の切り下げラインを引いてます。ちょうどこの1時間足の紫の切り下げラインに綺麗に反応して下落してきてますので、本日もここまで戻してくれば、そこからは戻り売りを仕掛けてもいいのかなと思います。で、現時点での価格が167円ぐらいかな。その辺ぐらい、167円ですので、結構上の方にあるんですけれども、その辺ぐらいまで戻してきたところ
では、そこから戻り売りができそうですね。で、その場合はこの緑のボックス下限ぐらいまでというところですね。で、4時間足のこのオレンジのラインまで戻してくる可能性もあるんですが、その辺は買い足で下落のパターンが出てからエントリーしていけば間違いなく入っていけると思いますので、その辺を考えてトレードしていくのが良さそうです。ただ GMMA で綺麗に反発しているっていうわけじゃないんですよね。昨日もこれ上、ヒゲで突き抜けてますので、ちょっと分かりにくい動きをしているので、あまりトレードはしたくないなとは思っております。そして先ほど4時間足でも言いましたが、ここ今ディセンディングトライアングルになっているのであれば、ここから先細りになってきますので、なおさら分かりにくい動きになってくると思いますので、今はまだこの、高値付近からのショートエントリーっていうのはいいんですけれども、こうやって先細りになってくると、余計にトレードが分かりにくくなってくる。値幅も小さくなってきて、分かりにくいトレードになってきますので、今回の戻り売りはいいと思うんですが、これより先になってくると、それなりの値幅はあるんですが、トレードがしにくくなってくるので、できれば違う通貨ペアを探していく方がいいかもしれないですね。で、もしロングエントリーをするのであれば、今現地点、この辺付近で下げ止まりを確認できる。例えばダブルボトムとか逆三損とかいうのが出てくれば、そこからの一旦の上昇を狙っていくのはありだと思います。で、昨日の強い下落がありますので、本日は調整の上昇する可能性もあります。しかも金曜日ですし、昨日のこの下落に対して巻き戻しというのも考えられますので、今日は一旦調整の上昇を狙っていく。ただ1時間も4時間も下落トレンド中ですので、調整の上昇っていうのはそれに対する逆張りだということは忘れないようにトレードしていくことが大切です。もし、このオレンジのラインもしくはこの紫のラインですね、ここを超えてくれば、今度は緑のボックス、もしくはこの高値ですね、169円ぐらいを目指して上昇する可能性もありますので、その辺は考慮に入れておいた方がいいですね。本日は金曜日ですし、昨日の大きな動きの後というところで、調整の動きをしがちになりますので、分かりにくい動きになってくる可能性も高くなってますので、その辺は注意してトレードしていく。金曜日ですので、いつも言ってますが、無理なトレードは控えていきたい。週末に嫌な気分を持ち越さないためにも、分かりやすいところに来てから初めてトレードするっていうスタイルを貫いていくのがいいと思いますので、その辺を参考にしていただければと思います。最後に少しだけお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。今週に関してはおまけでトレード動画を1本更新しております。誰でもご参加いただけるようにコーヒー1杯分ぐらいの価格にしておりますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。